しくった。いやだって広辞苑が降ってくるなんて普通予想しねえじゃねえか。気まぐれにかごお困りなら声をかけて。誰しも腹の底で闇を持ち、もっともっと奥底でいつも光を待ってる。身を粉にし耕すけど隣の芝ばかりが青い。現実と理想の寒暖差でくしゃみが出ちゃう。ただただ時は過ぎ去っていく。苦悩を抜け出すにはどうすればいい。ご愁傷さんも幸せになりたいな。泥だらけに愛求めてもう正しさなどないさ。右も左もペッペ悩みながら誰もが幸せに手伸ばしてそんな世界を歌い誰かの気分になっちゃいたい。また見ぬあなたに出会ってみたい。だからテーマがおかしいって。なんで児童文学論のグループ研究テーマがかたくなに筋肉縛りなんだよ。いいだろ、目新しい視点で教授もうなるぞ。別の意味でうなるわ。いいじゃんか、マギスロでまとめてくれよ。ゼミ長だろ。なりたくてなったんじゃねえのに。すぐ拗ねていじけるの悪い癖だぞ。俺が悪いのかよ。頼むよマギ。藤村は言ったら聞かないからさ。お前藤村の彼女だろ。なんとかしろよ。じゃまとまったら連絡くれ。やこまた明日。おい、シンプルにジャイアンじゃん。仕方ない気がする。だって藤村くんの SNS 見て。万死に値する。この民に勝てる？極力関わりたくない。さらに今しがたアップされた投稿がこちら。俺の大学生活最大の疑問なんだけど、なんでこんなバチクソ陽キャの体育会系マッチョが文芸学科文学専攻で児童文学ゼミ取ってんの？私も最初藤村くんを見た時は妖精でもいるのかと自分の目を疑ったよ。世にも稀有な太宰治と陽キャを両立できる文系マッチョなんだよ。いてたまるかそんな生物が。つか広辞苑振り回して鍛えるなよ。危ねえな。人間失格どころか人類の頂点じゃねえか。冒頭文勝ち組の生涯を送ってきましただろクソが。すごいとうとうと語彙力がある劣等感が出るよねマギくん。飲む。ハイボール。飲みすぎた。嘘。ビリー・アイリッシュのバッドガイの MV。 あれ落としたかも。暗くて見えん。明日探すわ。何やってんの。まさか。いや大丈夫ですか。いや君たちね、見なかったことにして帰りなさい。見て見ぬふりしたって今時誰も怒んねえから。いやそんなわけいかないでしょ。救急車。そうだ。すみません、今すぐ。いやほんと別に。救急車？いや救急車はまずい。やめろ。金がないんだ。手術代も薬も代金が払えねえ。それに俺保険証がねえんだ。大丈夫、経験上この程度の怪我は大したことない。頭だから血が派手に出てるだけだ。医療費で積む。病院はやめてくれ。おいやいちゃん、この人多分怪我で妙なこと言ってんだ。今救急車呼んだよ。呼んだ。じゃああんたらが金払ってくれ。
かかった不運ってことで面倒見させるぞ。それが嫌なら俺を路地裏に放って救急車から隠して帰れ。もうすぐですから喋らない方がいいです。大丈夫ですからね。お前今時優しいな。くそ、仕方ねいやダメですって。どこ行くんですか。追ってくんな。これはあれよ、特殊メイク仕込みだったの。こんなに血の匂いがしてそんなわけあるか。あの人サンダルのくせに足速えな。くそ。八重ちゃん、あの人ちょっと明らかに変だ。あんな流血してる人間があそこまで走り回るってあるかな。あとさ、あんな状態の人のろれつってあそこまでしっかりしてるもの。いない。どうしよう。変とは言ってももし死んじゃったら。やっぱり怪我で混乱してたかもしれないし。そうだ、警察。そうだ、忘れてた。警察って何番だっけ。110番マギ君落ち着いて。分かった、一回話し合おう。警察だけはやめてくれ。汚ねえけど入ってくれ。いやもう最近の子っていい子だな。ジジイとババアなんざもっとずぶとくてひでえぜ。この先の雑貨屋のジジイなんざこの前。何の話だよ。こっちは心配してんのに。そんな雑な。コーヒーお茶。悪いけど酒はねえぞ。俺下戸なんだ。いやそんなのいいですけど。っていうか君らいくつ？こんな時間まで大丈夫21。20歳。21と20歳。あれごめん、お嬢ちゃんの方は中学生くらいかと思ってた。どうも。今酒はねえぞって言ったくせに。いやまあお前も21にしちゃえらく幼く見えるけどな。この人失礼な上によく喋るな。本当に大丈夫なのかも。いやでも21か。若っ、いいよな。体力あるだろう。あんたいくつなんだ。君らから見たらおっさんと思え。その格好だと学生か。親御さん心配してねえか。大丈夫。俺一人暮らしです。私も。あら、じゃあこの後よろしくやる予定だった？ごめんね。っていうか君ら人がいいな。質問が親御さん心配してねえかだったら、いや大丈夫ですでいいんだよ。ダメだよ、こんな得体の知れないやつに必要以上の情報を言っちゃ。特にお嬢ちゃんは。彼氏、お前がしっかりしろよ。彼氏じゃないです。いやごめん、こういう言い方って今セクハラなんだっけ？すまんね、おっさん時代についていけなくてよ。八重ちゃん帰ろう。この人大丈夫そうだ。あのさ、お前はマギって名字なんだろ？でこの子はなんで八重ちゃん呼びなの？おっさんそういうの興味あるわ。サークルゼミ？マジで帰ろう。この人おそらくすげえ面倒な人だ。帰る？じゃあはい、携帯返すわ。ごめんなとって。そうだ、一応俺の連絡先を。私も。事情は知らないけど実際病院は行った方がいいと思うから、あんたも教えてよ。俺携帯持ってない。つかうちネットもない。免許証もない。電話自体なくてね。あんた名前は？モグラ。モグラ？モグラだよ。忘れていいぞ。あんた今時どうやって仕事してんの？だって銭湯兼何かの職人とかなんですよね。さあね、どうだかね。忘れてた。ここまで親切にしてもらってお礼をしねってのは申し訳ねえから、今後何かどうにもできない困ったことが起こったらおいで。まあ本当に忘れてくれていいけどな。
だいぶ関わらせちまったからな、ちょっと心配なんだ。じゃあまあ帰ります。俺八女大学文芸学科3年のマギです。何かあれば本当に後遺症とかやっぱまずいし。君はあれだな、律儀すぎて損するタイプだな。二人とも気をつけて帰れよ。まあなんだ、信じなくてもいいけどよ、俺あの世から出禁食らってるから死なねえんだ。そういうことだから、まあそういう系の困ったことが起こったら話は聞くよってこと。人に喋ってもいいぜ。誰も信じないからな。身分証がねえし戸籍も住民票もねえからな。つまり俺は存在しない。だから事情聴取とかで警察がおたくらのとこに行くこともないよ。それは本当に心配すんなよ。道の血も夜のうちにざっと洗って泥でも撒いとくから。じゃあありがとう、青春の若者たち。おっぺけぺ。おっぺけぺ。おっぺけぺ節、明治時代に流行った風刺曲だって。一方、アジア地域における神話ではこういった記述はほとんど見られません。これは文化的なサイトともに宗教観の違いも黒いもやが考えられます。そのあたり次回もう少し詳しく。また視力が落ちたかな。では本日は以上。マギくん、ちょっとこれね。俺も一応さ、ちょっとバイト代入れてもこれが限界なんだけど、薬って高いな。やっぱりちょっとさ、様子見に行った方がいいよね。いやだってあの人。昨夜未明、都内で男性の遺体が発見されました。警察では事故と事件両方の方向で捜査を進めている。放っておいて死んだらマジでどうすんのって話だよね。そんなトラウマ20代で背負いたくない。あと藤村君に言う？この件。いや言っても仕方ないっつうか、広辞苑自体あの人が持ってっちゃったし確証もないし、絶対藤村だろうけど。とりあえず行こう。大通りと商店街抜けてもっと先の奥の方だったよね。花は逆に縁起でもねえか。なんか他に必要なものあるかな。輸血パックなんて売ってないしね。ありがとうございました。必要だったかな、レバー。なんか俺たちの方がパニックになってる気がする。レバー好きだといいけど。いらんと言われたら結末まで俺それ食って生活するわ。この辺だったはず。道間違えたかな。いやここで合ってるよ。このゴミ収集の看板見たと思う。ほら収集日のとこが改正されてるのとか落書きとか。確かに見たね。このマンホール、東京23区にこんなデザインのマンホールってあったっけ？これも見た気がするけど。でもこの先に道がない。なんかこういうのってネットとかで見る心霊系の不思議体験みたい。そういうことを言わないでほしい。俺はそういうのすげえ怖い。ごめん、マギ君が泣いちゃう。ごめん。聞いてください。俺はお化け屋敷とフリーホールどっちか入らないと殺すと言われたら僅差でフリーホールを選ぶ人間です。でもどっちにしろゲロ吐くかもしんない。そうなんだ、覚えとくね。でも何よりそういうのにノリで無理やり乗せてくるやつの存在が一番吐きそう。藤村君のこと？そして霊とか一生見えてほしくない。今マギ君の顔が一番怖いよ。もう心霊って言葉自体嫌だ。モンスターとかにしてほしい。モンスターの方がより襲ってきそうだけどな。よし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 。イチャついてんな青春の若者たち。やっぱり何か起こったか？それともうちの銭湯を潤しに来てくれたのか？大人は500円な。前300円だったけど値上がりでな。すまんね。どうした？行くなら行くぞ。あれ？探してたのは俺じゃなかったか。ならいいけども。いやこれ届けに来たんです。
なんだ本当に律儀だな。くれんの？はい。わあ、ありがてえ。いいのかよ。これもありがとう。レバーじゃん。おお、栄養取れる。よかった。予想以上にレバー喜んでくれた。というか頭の傷平気なんですか？大丈夫大丈夫。それより見てくれ。ネット買ってみたんだ。中古だけどな。これで頭は守れる。で君らの方はどうだ？何か見えたりとかは？見えたり？やっぱり見えるようになったな。待って、数々のあんたの言動からしてうすうす予想はしてたけど、もしかして今見えてるのって霊？絶妙に怖くねえ？いや、よかったけど、なんかこうジャンプの漫画みたいなもっとかっこいい劇的な体験を想像してた。今あんたかっこつけて言ったけど、若者よ、現実ってのは常に想像の斜め上を行くものだ。これがお前らの初心霊体験だ。もぐら桃雪、100に位い桃の弓の木。縁起がいいんだか悪いんだから名前で恐縮だが、ここまで来たらもうお見知りおきようだな。改めてどうも。世にも珍しい仙人です。知り合ってご愁傷さん。桃の弓の木？古来桃の木でできた弓は厄を払うといい、水納等でも使われるはずだったよな。確か。お、知ってたか。さすが文芸学科。でも100に位でモグラなんて日本神話的に考えるならアマテラス大神の真逆のようで不吉だ。最初に言っとくと、俺にお祓いとかそういうかっこいい能力はねえぞ。今のはちょっと費用もらったんだ。あのおっさんは別に悪霊とかじゃない。大方お嬢ちゃんのことを眺めてたとかそんなとこだよ。やだな。まあ嫌だろうけど。状況を説明してほしいです。よし、なかなか判断が早いな。マギちゃん、八重ちゃん、とりあえずうちに来な。今から頭おかしい話をまくし立てるから一回受け入れろ。なお結論は幽霊がいたら今後教えてほしいってとこに繋がるからよろしく。君たちは幽霊といえばこんな絵を思い浮かべないかね？まあ。これ何だと思う？火の玉。そう、鬼火とも言うな。これは正確に言うと死んだ奴が出すあの世への道しるべだ。お盆でもほおずきの実を飾るだろう。あれは亡者が持つ明かりって意味なんだ。幽霊の魂にはこの火があって自然とあの世へ行けるようになってる。個人差はあるから迷うやつもいるけどな。で、鬼火ってのは魂から漏れ出るカスの火だ。昨日俺はあの世から出禁食らってるって言っただろう。おいやめろ。カウンセリングの7文字を頭に浮かべるんじゃない。一回聞けって。俺はこの明かりを自分の魂の中に持つ権利をお天道さんによって剥奪されている。これでは幽霊になっても絶対迷う。要するにあの世へは行けないんだ。このカンテラには幽霊が出してるカスビを貯められる。多く貯めればあの世へ導いてもらえる予定なんだ。いいから聞け。大まかに覚えてりゃいいから。一方こいつは要するに命の火だ。別の使い方はこの前見たな。くそ、仕方ねえ。あれやっぱ決めてたってことか。だから警察を嫌がってたんだな。端的に言やそうだが言葉に気をつけやがれ。まあライフをチャージってとこだな。こういうとエナドリか電子マネーみてえだな。チャージ。怪我治るとか。いいぞ文芸学科、理解が早い。文系のオタクはこういうとこが助かるんだ。もっと言えばたくさん飲めばそれだけ体が生きるのに最適な状態に保たれる。若返るってことだ。確かにまるで仙人だ。ああ、ただ厄介なのは俺がそれを望んでねってことだな。いいか、俺はあの世に行けない。でも普通に生きてはいる。
つまり病気にもなる、怪我もする、腹も減る、老ける。定期的に明かりの火で体を調整しなきゃ生活ができない。何よりこの世では金がなくちゃ生活ができない。そのためには働かなきゃならない。ちゃんと生活すれば金が減る。我慢すれば貯金はできるが不健康になる。病院に行けば金がかかる。火を使えば金はかからないが火の貯蓄が減る。そんな生き方をしつつこいつに火をためなきゃならない。さっきみてえにたまたまいる霊を見つけてはコツコツと。がんじがらめってのはこのことだ。よくできた刑だよ。刑？そうだよ。引き出しなんてうまいこと言いやがる。要するにこの通りは刑務所ってことだ。あの世にも置けないやつをしまっておく引き出しだ。そうだ、この通りさっき道がなかったのに出てきた。あったよ。見てなかっただけだ。人間は見たいものしか見えない。探し物が散々探したところから出てくる。人間の目はそのくらい節穴だからな。通りの一つや二つ見えないなんてザラだよ。例もそうだ。俺と関わったことで今まで意識してなかったものに気づいただけだ。ここまでで何か質問は？たくさんあるんだけど、まず口頭無形すぎて。でも変なことは起こってるから本当と仮定して、あんたいくつとかペリー来航見てたのとか、今までで一番怖かったことって何とか、今頭が混乱してて。怖かったことか。そういう質問は初めてだな。そうだな。やっぱあれよ、消費税が導入された時だな。わかるけど、もっと他にあるだろう。いや大問題だぜ。毎日食ってた卵をなくすかどうかの脳内会議だ。しかも経験から言ってこりゃいつか 10% いくぞと思って肝が消えたぜ。年貢もそういうもんだったからよ。あと壊れたテレビ拾って直してみてたら、ものの数日で受信料払ってますかって来た時だな。超すげえよ。何あの人たち。何者？ KGB？ お前言うにこと書いてその例えだけはやめろよ、マジで。いや払ったけどね。俺ストレッチマン好きだし。お前さてはいい人だろ。いやでもそういうことよ。何をするにも金が必要だ。火を貯めたい、金も貯めたい。あの世へ行くために健康に生活をしなきゃならない。貯金したいがたまらない。その感覚はわかるだろう。貯めると使うの加減が難しい。ただもうダラダラと全てを節約して暮らしたい。そういう精神状態に閉じ込められる。俺は全てが中途半端だ。やることが多すぎるのにできないことも多すぎる。そういえば昨日住民票もないって、なんかこう取る方法ないんですか？一応ある。所詮データだからな。改ざんなんていくらでもできるし、必要なやつがいる以上そういうのを商売にするやつってのもいる。俺も昔戸籍や身分証を作ってたことがある。でも1942年うかつだった。それが原因で来ちまったんだ。何が来たと思う？ 1942年